皆さんどうも、こんにちは。バズ&トリビアニュースのまゆです。私ね、日本人の中でもかなり早口な方なんだけど、振り仮名や字幕はもちろん、英語での説明やイラストを使って、みんなにわかりやすく伝わりやすいようにフォローしていくので、頑張って最後までついてきてね。さて、日本も最近とても暖かくなってきました。東京では昨日、最高気温がなんと 27.8 度にも上がって、夏日になったとニュースで話題になりました。ちなみに、日本では気温を表すとき、昼の気温が25度を超えると夏日、30度を超えると真夏日、そして35度を超えると猛暑日と呼ばれます。今日は猛暑日になるので、熱中症に気をつけてくださいね、なんて報道されたりします。さて、気温が上がってくると、長袖から T シャツ1枚になったりして、服装もどんどん薄着になっていくよね。こんな季節になると、ちょっと気になってくるのが自分の体型のこと。実は最近、日本では体型や健康のことがちょっとした社会問題になっているの。なんで？日本食って野菜が多くてヘルシーで栄養満点。だから、それを食べている日本人は太っていなくて肥満も少ないし、何が問題になるのって思わない？肥満じゃないの。痩せすぎていることが問題になっているの。特に10代から20代の若い女性に関してね。というわけで今日のアジェンダはこちら。一つ目に、嘘でしょ？女性5人に1人が低体重？二つ目に、その理由とは？日本人が思う美しさとは？三つ目に、このニュースを見たみんなのコメントまとめです。このチャンネルでは日本で話題になったちょっとしたニュースを通じて日本人の考え方や価値観をご紹介していきます。ぜひチャンネル登録といいねを押してからこの続きを見ていってね。それではニュースの中身を見ていきましょう。5人に1人が低体重？これどういうことが起こっているかっていうと、20代の女の子の BMI、身長と体重のバランスを見る数字。それがとても低くなっている。つまり、痩せすぎている子が増えているということなんだよね。痩せすぎている状態のことを低い体重と書いて低体重って言うんだけど、みんなも知っているように健康にとってはあまり良くないんだよね。体重がすごく少ないと骨がスカスカになって脆くなってしまうし、それから生理にも影響があります。生理はね、普段会話で話すときには生理って言うんだけど、生理近くてイライラするとかね。ニュースとか病院では月経っていうことが多いです。月経リズム、周期がバラバラになってしまったり、摂食障害っていう心と体の病気になる子がいるんだよね。十分痩せているのに、ちょっとでも食べると太ってしまうって思い込んで全然食べられなくなったり、食べた後に吐いちゃったりするあの病気です。だから痩せすぎていたり低体重って体にとってはとても良くないんだよね。今の日本では痩せる必要のない子が過度に痩せようとしたり、もっと痩せたい、早く痩せたいっていう思いで健康に悪い、間違ったダイエットをする人が増えています。その結果、20代の女の子の5人に1人が低体重に当てはまっているということで、今回ニュースになったんです。では、なぜこんなことが起こっているのかというと、SNS によるルッキズムなんだよね。このルッキズムっていう言葉、これ今日本ではよく聞くようになりました。SNS とかニュースでも結構出てきます。みんなの国にもあるかな。ルッキズムっていうのは
見た目で人を判断したり、差別したりする言葉なの。顔が可愛いとか、スタイルがいいとか、そういうことで人の優劣、優れているとか、劣っているとか、どちらがいいとか悪いとか、そういったことを決めてしまう考え方のこと。つまり、美人が一番、可愛い人が正しいみたいな雰囲気とか、太っているのは良くない、綺麗じゃないとダメっていう考え方のことかな。こういう考え方って気づかないうちに誰かを傷つけてしまうこともあるし、自分も画面の中のキラキラした世界と現実の自分を比べて心が疲れてしまうんだよね。だから最近はルッキズムって良くないよね。もうルッキズムやめようっていう話題もいろんなところで出てきています。SNS を通じて痩せていることが美しいという考えがどんどん広がって、 BMI18 の痩せすぎ体重をシンデレラ体重なんて呼んだりして、不健康を進める、助長する言葉まで生まれてきているの。さらに最近では肥満症や糖尿病の薬までダイエット目的で使われることがあるらしいの。これは問題だよね。そして痩せたいっていう思いはどんどん若い年齢の子供たちにまで広がっていて、小学校1年生、だいたい7歳ぐらいなんだけど、その小学校1年生の子供で 35%、6年生12歳ぐらいで約半数の子供たちが痩せたいと答えたそうです。小学生のうちからこんなにも痩せたいと思っている子がいるというのには、私もすごく驚きました。10代とか20代の時ってこの人みたいになりたいって思ったり、誰かのことを羨ましいなって憧れる気持ちあると思う。私も昔あったなって思います。まだ私の時は SNS がない時代だったけど、それでも雑誌の中のアイドルとか芸能人がみんな可愛くて細くて、自分も痩せたらちょっとでも近づけるんじゃないかななんて思ってダイエットしたことありました。こういった状況を受けて、日本でも先週 LINE などのメッセージアプリで過度なダイエットを進める投稿はやめようねという呼びかけが行われたり、このようにニュースになったんです。これ難しいよね。みんな大人になると、さらに年齢を重ねると、自分が綺麗でいることとか異性からモテること、そういったことよりもそれぞれ家庭や仕事だったり優先したいことが変わってきたりするんだけどね。あとは親が病気をしたりすると、やっぱり健康が一番大切だなって実感したりするしね。でもそんなことを今だから思っているわけであって、10代や20代の頃に言われても言葉が刺さらないんだよね。この表現、言葉に対して刺さるを使う表現、ぜひ覚えて。刺さるは心に強く入ってくる言葉っていう意味。いい意味でも悪い意味でも使います。例えば、ショックを受けた、傷ついた、その言葉刺さるわ、悲しいみたいな感じにも使えるし、あとは感動した、共感した、その言葉ありがとう、教えてくれてありがとうねみたいないい意味でも使います。で話を戻すと、今のままで十分可愛いよ、そんなに痩せる必要なんてないよって親世代が言ったとしてもさ、ティーネイジャーの頃なんてはいはい、わかったわかった、どうもみたいな、I know みたいな感じでしょ。余計なお世話でもう心に響かないし、聞く耳を持ってくれないのよ。これみんながそうじゃないかもしれないけど、私が10代の頃はそうでした。だからさ、友達とか彼氏、最近ね、自分が一番応援したいアイドルとか憧れの人のことを
推しって言うんだけど、その推しが代わりに言ってくれる方がよっぽど効果あるよね。とこんな風に大人の嘆く声がコメントにはたくさんありました。紹介していくね。このニュースは多くの日本人の共感を集めていて、1000件を超えるコメントがつきました。中でも最も共感されたのはこんなコメントでした。学校でもっと痩せすぎていることが危ないということを教育するべきだ。日本の教育に最も足りていないのは医療教育であるという意見でした。婦人科系、つまり女性の体、婦人科系の知識や心、精神科系の知識まで、生きるのに必要な知識は学校で義務教育で教えるようにしてほしいという意見です。確かに今の日本の学校では保健体育っていう授業の中で少しだけ教わるだけなんですよね。こういったことを学んだり考えたりディスカッションをしたりする時間はとても少ないです。幼い頃から自分の体について正しい知識を教えてもらうこと、自分を振り返ることってすごく大切ですよね。その他には痩せている方が素敵っていう思い込みもあるけど、肥満がだらしなくて痩せていることが自己管理ができているっていうモラルの偏見も強いよね。塾の先生をしているけど、みんな持ってくるお弁当が本当に小さい。もっとタンパク質とかエネルギーが必要だよって言うんだけどねっていうリアルな声。あとは体重だけで判断する人が多い。筋肉量とのバランスが大切だという意見など、本当にうなずけるものが多かったです。みんなの国ではこういった自分の健康、心と体についての授業とか教育は充実していますか？私も日本でしか教育を受けたことがないので、ぜひコメントで教えてくださいね。それでは今日のニュースはここまで。今日もなかなか難しい単語が多かったよね。最後まで聞いてくれてどうもありがとう。今日はこのニュースを通じて日本における美しさについての問題を紹介しました。自分の国の価値観に悩むことってあるよね。でも世界にはいろんな価値観があるっていうことを知ると、視野が広がったり心が軽くなったりするかもしれません。ぜひコメントであなたの国の価値観や思ったことを書いてくださいね。みんなでシェアして交換する場になると嬉しいです。それではまた次回のニュースもお楽しみに。またね。